こんにちは。今回の動画では手放しを習慣化できるたった一つの考え方をご紹介します。このチャンネルでは元雑貨好きマキシマリストで家族との関係をこじらせていた私がたくさんの物、こと、執着を手放してミニマムな心地よい暮らしを目指して整えていくチャンネルです。物を減らす、片付ける、整理をする、物が多かった頃はどれも大嫌いなワードでした。片付けなさいとか掃除しなさいといった言葉を言われるたびにげんなりしていました。言われれば言われるほどやる気も失せていました。そんな片付け嫌いの私がなぜ物を減らして少なく暮らせているかというと、片付けや物を減らすことが楽しいことに変わったからです。過去の私のように片付けは楽しくないこと、考えるだけでうんざりするという方はぜひ最後までご覧ください。まずは結果からお伝えします。手放すことが継続できるたった一つの大事なこと、それは好きを基準に考えるということです。と言ってもどういうことと思われると思うので、順番にお話ししていきたいと思います。好きを基準に考えること、一つ目はどんなことが好きか。私の場合はフジロックに毎年行きたいとか、海外旅行に行って見たことのない景色を見たい、日本とは違う文化に触れたいといった願望があります。それを考えるだけで気分がワクワクして、それを原動力にすると手放しや整理が苦痛でなくなります。例えば旅に行ってみたいとか、推し活がしたいとか、美容にお金をかけたいなど、好きなことややってみたいことがないかを考えてみてください。今は無理でも手放していくときっと叶います。フジロックに毎年行きたい、それプラス海外に行きたいけれど、現状海外に行くほどの余裕もありません。お金がなければ好きなことができないのが現状です。なので自分のやりたいことに対して不要なものをリサイクルショップに持っていったり、メルカリで売ったりして無駄なものを減らしつつ収入を得ます。物が減る上、本当に自分の好きなことにお金や時間を使うことができるようになります。物が多すぎる場合は、まずはリサイクルショップに持ち込んで、買い取り不可のものがあれば捨てるというようにしていました。メルカリは手数料や送料が引かれるので、それを差し引いても2000円以上の売り上げが見込める場合のみ出品しています。時間と手間がかかるので、時給に換算して無駄がなければ出品するのがおすすめです。例えば美容にお金をかけたいのであれば、お酒やお菓子などの無駄な出費を減らす。美容には睡眠時間を確保した方が良いので、無駄な SNS を見る時間を減らす。服やブランド物に使うお金を減らして自分自身を磨くことにお金を使う。そんな風に考えると手放す目的も明確になって、自分の好きを最大化することができます。好きを基準に考える。二つ目はどんな自分が好きかを考える。以前何をやっても自分に自信が持てなくて、自信が持てるようになりたいと思っていたことがあります。それは私にとって社会から必要とされたり評価されること、そしてそのために何を得て何を手放すかという考え方をしていました。どんな自分が好きかと聞くと、かっこいい自分とか可愛い自分とかお金持ちな自分とか、ざっくりとしたことをイメージしてしまいがちですが、どうなればかっこいい自分になるのか、自分の思い描く理想をもっと具体的によく考えます。例えば私の場合は、自分の好きなことをしていつも楽しい気持ちでいられる自分、ランニングを継続して健康的な心と体を維持できる自分、そんな自分でいたいというふうに思っています。それを考えると、好きなこと以外を手放そうという考えになりました。
YouTube でライブをしたり、ボイシーで生放送をしたこともありましたが、こうやって自分の本当に心から伝えたいことを動画にする YouTube の方が私は好きだと思い手放しました。ランニングを継続するためにファンデーションをするのをやめて日焼け止めとパウダーのみにしてみたり、働き方を自分のペースで進められるようにパートという働き方も手放しました。ことを手放すと時間や物も連動して減らすことができます。日常的にファンデーションを使わなければ減ることもなくなって、今後は買わない、もしくは一時的に使うのであればコストの低いものを選ぶ。パートで必要だった書類やアプリ、メモなども手放すこともできます。かっこいい自分と思うなら、どんな容姿やどんな心の状態、どんな体の状態が本当にかっこいいのかということを考えてみて、そこに投資できるように他の無駄を削ぎ落とすのが良いと思います。好きを基準に考える。3つ目は、どんな部屋が好きかを考える。自分の理想の部屋はどんな部屋か考えたことはありますか？家を整えたり、物を減らすには一番大切なことで、具体的に考えられると手放しが習慣化しやすいので、よく考えてみてください。家を整えたり、物を減らすには一番大切なことで、わからないという人におすすめは、インスタなどでこれがいいなと思うインテリアを保存していく方法です。あれもいいな、これもいいなと思っていろいろなジャンルを良いと思ってしまうこともあると思いますが、これをしていくと共通点が見えてくると思います。例えば私の場合は、おしゃれなインテリアや照明は好きだけれどスタイリッシュなインテリアではないなとか、おしゃれな部屋よりも物が少ない部屋が好きなんだなとか、新しいピカピカの家よりも味わいのある自然素材の家がいいとか、そういった共通点が見えてきます。それが分かったら、自分の部屋を理想の部屋に近づけていきます。お金をかけずに理想に近づけます。まずは理想と違うものを手放していきます。私のように物が少ない部屋ではなくて、好きなものがたくさん並んでいる部屋が理想という人もいるかもしれません。物を減らすことが目的ではないので、好きに囲まれた暮らしが幸せだという方はミニマルにする必要もないと思います。まあまあなアイテムだったり、埃をかぶってしまっているアイテム、そういったちょっと違うものを手放していくと、自分の好きなものがより際立っていく理想の部屋になります。無駄を省いてスペースができれば、掃除が簡単になったり、部屋を広く使うこともできます。好きを基準に考える。4つ目は、どんな暮らしが好きかを考える。どんな暮らしが好きかを考えると楽しいですよね。例えば、庭で野菜を育てて自給自足な暮らしとか、バリバリ仕事をして全国飛び回るように暮らしたいとか、いろいろな暮らしがあると思います。こんな風に暮らしたいと思いながら、その真逆を言ってしまっていることはありませんか？以前の私はそうでした。丁寧に暮らしたいと思いながら、丁寧に暮らしている人が持っているものを買って満足していましたが、丁寧な暮らしとは全く真逆を言っていました。以前の私のようにならないためにも、SNS でキラキラしている暮らしではなくて、本当に自分が望んでいる暮らしを考えることが大切です。今の暮らしから足りないところを考えると、理想の暮らしにも近づきやすいと思います。今探し物が多いなら、探し物がなくなる暮らしとか、浪費が多いなら浪費がない暮らしにするとか、いつも散らかっているならすぐに片付けられる暮らしとか、そういうところから整えていくのが良いと思います。探し物のない暮らしにするには、物を減らして定位置を作る。
浪費が多いなら何にお金を使っているかを把握して、好きなこと、好きな自分への投資以外は全て浪費だと認識してやめましょう。その理想の暮らしになったら、どんな気分で過ごせるようになるかをイメージすると、楽しくことも物も浪費も手放せるようになります。好きを基準に考える。5つ目は、どんな働き方が好きかを考える。生活のためにお金を稼ぐのだから、好きでなくても楽しくなくても働くのは当たり前だと思っている時期がありました。もちろん今でも理想の働き方ができているわけではありません。けれど理想の働き方を考えて、それと反しているところを手放していくことはできると思っています。毎日嫌だなと思いながら我慢をするのではなくて、自分の好きなことを仕事にして自由に休みを取りたいとか、午前中だけ働いて午後は休めるような働き方をしたいとか、好きな仕事に没頭していたいとか、人それぞれ理想はあると思いますが、どんな働き方をしたいかを考えることはワクワクしませんか？そんなのは考えるだけ無駄と思うこともできますが、どうしたら理想の働き方ができるようになるかを考えることもできます。すぐに変えることができなくても、調べるとか、準備をするための勉強をするとか、何かしらの行動をしていくと、時間がかかっても理想に近づいていくことができるはずです。これまで5つの好きを深く考えて手放していくことをお話ししていましたが、これらをすることは本当の意味で主体的に生きていくことや自分で選んでいくことにつながっていくと思います。すべてが叶わなかったとしても、自分で不要なことを手放していくことがその先の生き方を変えていくはずです。いかがでしたか？今回の動画では手放しを習慣化できるたった一つの考え方をお伝えしました。好きを基準にすることで、やらなければではなく、やりたいという気持ちで物を減らしたり整理することができるようになって、楽しく習慣化できるようになります。物を減らす、片付けるにも目的を明確にすることによってやる気も変化していきます。誰かの好きではなく、自分の好きや理想を理解して選んでいくと、不要なものや不要なことも簡単に手放せるようになっていきます。もっと好きなことを最大化したいと思っている方は、すぐに効果が出やすいはずなので、まずはスモールステップで小さく始めてみてください。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。